皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。なんかずっと家にこもったきりで気が変になりそう。旅行行きたいよー。温泉に入りたいよー。そんなレ夢ムのために調べておきましたのぜ。とっておきのさすがマリサ。まずはサプルニア温泉についての紹介をするぜ。サプルニア温泉？なんかモンスターの名前みたいだね。悪魔のサタンにも似てるし。サプルニアとはローマの神サプルヌスにちなんだ地名なんだぜ。こんな神様。農耕の神様ってことでローマのフォロロマーノにも彼の神殿があったし、サプルニアに捧げた日がサタデー。つまり土曜日のことだ。なんだ、神様か。でもレ夢ム、こんな絵もあるぜ。ほれ。我が子を喰らうサプルヌス。うわー。そしてもう一枚。うわー、悪魔だー。サプルヌスが将来、自分の子に殺されるという予言に恐れを抱き5人の子を次々に飲み込んでいったという話を絵にしたものだ。でも、今から解説するサプルニア温泉とはこんな感じのところだから安心しろ。サプルニア温泉ムリーノの滝。あら、かなり素敵じゃない。温泉って言うから日本だと思ってたけど、海外なのね。どっかの健康ランドのことだと思ってた。さっきも言ったけどローマの神にちなんだ名前ってことだから、この温泉があるのはイタリアだ。あ、テルマエロマエの世界ね。そう。この温泉は古代ローマ人も入っていたし、ローマの前のエトルリア時代からも知られていた。毎秒800リットルの温泉が噴き出ていて石灰棚を滝のように流れている。これは湯布院よりも多い湧水量になるぜ。湯布院より多いんだ。泉質は硫黄泉で無色透明。硫黄臭がするぞ。源泉は50度ぐらいらしく、この滝の2キロ上流にある。途中の川で冷やされて、この滝の部分ではぬるめの湯になるのぜ。温泉というよりは温水プールって感じね。海外は日本みたいな熱い湯は好まないので、どこも温水プールみたいな感じになるな。自然にできたものってことになってるから、露天湯という扱いで入浴料はなく無料。24時間365日営業だ。真夜中に行っても誰かがいる。無料ってことは更衣室も休憩所も何にもないのね。更衣室はないな。あらかじめ水着を着てきたり、車の中で着替えたりするんだろ。売店は近くにあって、ちょっとした飲食なら可能だぞ。ピザの自販機もあるから、本場のピザを食べるっていうことも可能だぜ。さすがにイタリアね。あれだけの湧水量なら日本だと大温泉街が出来上がるんだけど、泊まるところはあるの？あるぞ。と言っても、日本みたいに温泉街があるわけじゃないけど、数軒、ホテルやら B&B があるな。ホテルはテルメディサプルニアナチュラルスパゴルフリゾート。こちらは高級ホテルで、ホテルも独自に温泉施設を持ってる。値段もそれなりにお高めで、調べたら1泊3万円ぐらいだ。結構いいお値段ね。でも高級ホテルならそのくらいが相場なのかしら。もうちょっと安いレベルなら B&B だな。こちらなら1泊1万円程度で泊まれるぞ。なんか行ってみたくなってしまったわね。コロナが収まったら行こうかしら。行くことは簡単なの？おっと、サプルニアの場所を詳しく言ってなかったな。サプルニアはトスカーナ州の南、ラピオ州境にある。トスカーナっていうとワインが有名なところね。ローマからは北西に、150キロのところにある。日本で言うなら東京から群馬県の草津温泉に行くような距離感だ。じゃあそんなに秘境ってところじゃないのね。距離的にはローマからそう離れたところにあるわけじゃないが、そこに行く手段が実質車しかなくて、旅行者が行くならタクシーかレンタカーを借りていくことになる。電車とかバスはないの？ないことはない。電車で行ける大きな街がクロッセトやオルベテッロだが、そこからローカルバスを乗り継いで行けば行ける。ローカルバスは観光客向けというよりは地域住民向けだから、ちょっと大変だな。ウプ主はそれでもローカルバスで行ったけど、バス停が明示されてなかったり、バス停近くの本屋でバスの切符を売ってるとか、かなり難易度は高い。これじゃ地元民しかわからないわよね。イタリア語も話せるわけじゃないし。
さっき紹介したお高いホテルなら送迎サービスがあるから、そっちを使うのも手かな。もっとお手軽なところはないの？もっとお手軽なのがビテルボだ。こちらはローマから電車1本で行ける。位置的にはローマとサプルニアの中間に位置していて電車で2時間だ。本数も多い。こちらなら日帰りとかできそうね。ちなみにビテルボからはさっき紹介したサプルニア方面に行くバスが出ており、ウプ主はビテルボとサプルニアをはしごした。こっちはどんな温泉なの？ビテルボは中世の頃ローマ教皇の御所としても使われ、街並みもかなり中世の雰囲気が残ってるんだ。そしてここにも温泉が湧き、テルメデイパークという施設がある。訳せば鳳凰の温泉だ。結構巨大ね。こちらは完全にプールね。海外の温泉地は基本的に混浴水着着用で、水温も36度だから完全に温水プールだ。泉質は硫黄泉で料金はプランによって様々だけど2000円前後だ。日本のスーパー銭湯よりは倍の値段だけど、観光施設としたらこんなものかしら。そしてこちらにも無料の露天湯がある。それがこのカルレッティ温泉だ。源泉は市で管理しているそうだが、利用は無料だぜ。源泉は50、60度で自噴していて、こんな感じで水道橋で冷却するようにしている。この水道橋はローマ時代のものらしい。そして水道橋のそばに遺跡っぽいものも残ってる。なかなかいい雰囲気ね。テルマエロ前のルシウスもこんなのに入っていたのかしら。でもこんなのに無料で入れてしまうのか。こちらも硫黄泉。温度は湯船によって違うが40から41度。熱いやつは43度ぐらいで入れない。その温度なら日本の温泉と全く変わらないわね。ちなみにウプ主はこの温泉を引き込んだホテルに泊まったぜ。そちらがこんな感じ。あら、こちらはおしゃれ。このホテルは郊外にあって近くにレストランもないので、ホテルのレストランで食べてみました。その写真がこちら。やっぱり本場のイタリアンは美味しそうね。お腹空いてきた。部屋代は77ユーロで食事も含めると150ユーロ。こちらは日本の温泉旅館と変わらない値段よね。今回紹介した施設はリンクを説明欄に載せておくので、興味がある人は見ていってほしいのだぜ。といったところで、拙い編集でしたがいかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録などいただけましたら大変励みになります。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。